はい、柳さんお疲れ様です。はい、どうも。はい、今週も柳チャンネル始めたいと思います。はい、今週はですね、東京では、東京新聞杯、京都では如月賞が行われます。まずはじゃあ如月賞からいきましょうか。はい。どうですか、関東馬も2頭も早めにリット入りして、こちらはゾロアストラが追い切りをやってますけれど、今年のメンバー踏まえてどうでしょうかね。パッと見将来性ですとかそのあたりは。スケール感ある馬は出てるわな。確かに。2歳から3歳にかけてのいろいろ重賞 G1 ってあったけど、マイル路線除いてね、ホープフルか京都2歳なんたらとかトースポハイとかあったけど、そのクラシック路線、中距離のクラシック路線の今まで見てきた重賞に比べても、ひょっとしたら今回のが一番いいってことはないか。同じようなもんなんだよな。そうですね。頭数も落ち着いてますし、ちょっと前頭評価というか、簡単に簡単にね、触れてもらってもいいですかね。じゃあ、あいうえ順で、エムズビギン。評判になってる値段もともとだけど、北さんので、スケール感はやっぱり世代でもトップレベルだね。非常にいい馬だし、柔らかいし、可動域でかいし。この間が、確かデビュー戦負けた時よりと、この間東京やった時10キロぐらい増えてたのかな。増えてましたね。形的にはデビュー戦の方が良かったんだけど、10キロ増えた分っていうのはちょっと全体的に、重心が低くなってるように見えたんで、いい意味では重厚感が出たかもしれないけど、ちょっと沈んじゃってるなっていうフォームで見えたんでね、体的にはまだ成長中であるんだけど、現状ではやっぱり前走以上は欲しくはないなと思ってるんだけれど、この時期だしな、なかなか、プラス2桁っていうのはこの時期だから仕方が、もしあってもね、仕方がないのかなと思うんだけど、この馬は道悪は決してプラスじゃないね。北さんのが結構北さんもそうだったけど、道悪、上手っていうあれだったけどね、子供も意外とこなす、やはりこなす子が多いんだけれど、この馬はどちらかっていうと、綺麗な馬場の方が断然いいんで、京都を打ち交われてるのは仕方がないとして、問題はやっぱり雪が降るっていう、土曜日曜降るっていう予報が出てるんで、重たくなると、若干トップスピードに入るのに、手間どうかもわかんないなっていう気がして仕方がない。で、スタート練習やってる人も2回とも伸び上がって出る、これね、なかなかね、ゲートで治るってことはないんでね、たまたま遅れたっていう遅れじゃないからな。2回とも同じ遅れ方だから。まず、出遅れないとしても早いってことはまずないし、で、2回とも同じでかかるんだよな。性格的なまだ、子供さ、脆さっていうのはあるけど、スケールはやっぱり高かったっていうだけ、馬だなっていうのは、前々から分かってたんだけどね。普通に順調にいってくれればクラシックに乗っかってきて、印がつくレベルだと思うし、だと思います。調整、長期部位見たら素晴らしいね。やっぱりこれ、伸びしろあるんじゃない？だから僕が、中間、こういうもう中間見てないっていうのは全くわかんないから、見てないんでわかんないけど、おそらく多分デビュー戦この間よりも、馬のシルエットは良くなってるんじゃないかなって気がする。相手関係っていうのが自分自身で負けるっていうことはあるな。相手、力ではやっぱり一番上だと思う。明らかに。あと馬場とか、そういう性格のまだ幼さ、ゲートの甘さっていうところで取りこぼすっていうよりか、力、そうだね、競馬でそういうのでレースの駆け引きで負けてしまうっていうことは今後もあるんでしょう。
同じメンバーで何回もやれば一番勝つのはこの馬っていうことはまず、これは間違いないと思います。で今回に関しては、その馬場もあるしというところで。これをシークエンス。うん。これもデビュー東京だったっけな。東京デビューです、ね。まあ、人間で言うと、やさ男って感じだから、まあ、2枚目だけど、パワフルさがない。レース上手かったね。スタートも早かったし。ただもう、どうだろうな。これももう、荒れた馬場、時計かかる馬場っていうか、タフな馬場はダメだろうな。残念ながら軽さが、サートルの軽さはあるけど、迫力感がいまいち。構想できれば医療馬場の楽に行っての前残りっていう新馬みたいな感じだと思います。はい。Going to Sky。上原、もう早めに2、3週前に、関西に行ってるけどね、これは、非常になかなかしっかりした馬で、コントレール、中でも形、結構いろいろたくさんデビューしてるけど、これほど力強いっていうのかな。がっつりした、がっしりしたコントレールは他にいないね。いい悪いは別個で形的にね。だから多分配合でこんな風になってんだろうな。この馬は、タフな馬場は大歓迎。むしろ瞬発力勝負よりもそっち系のがいいから、今の馬場って向いてるのかもしれないね。G1 級とは言わんけど、普通に G2 ぐらいまでのレベルでは戦える馬だね。まあ、2週前ぐらいまで、2週前、先週、先々週に行ったのかな、向こうに。その前ぐらいまでこっちで合わせるもやってたけど、もうその時から悪くなかったから、結構いい感じで行ってたから、ステージ的にはいいね。渋い馬で、今の馬場は本当合ってると思う。有力候補の一頭だと思います。続きまして、里のアイボリー。アイボリーはまだ性格が子供すぎるね。前回までだったら。性格が良くならないと、一戦一戦一歩一歩上がっていくんだろうけど、なかなかスムーズさを、一瞬でもそのバグに揉まれたりなんかするともう、そこでお手上げになっちゃってるから、手を出しづらいね、現状では。湘南ガルフで。決して馬はそのものの、ホーボールで悪いと思わなかったけど、で、先週今週と直 UV 見たら、まあ前から動かないにしろ、どうなんだろうという、なんでこうなっちゃうのかなっていうところが全くわかんないんだけど、北海道の雰囲気は全くないなイメージが。やめちゃってる馬がな、ホープールもそうだったけど、長距でもなんか最後もう、もう馬がもういいよって別にやめること覚えちゃったのか。今のところはかなりクラシックでも上位っていうか面白いかなと思ってたけど、今のところは、復活がなかなか難しいのかなって気がする。まあ、合わせてきた相手もちょっと強力ではあったんですけど、確かにちょっとポロッと負けちゃった、ね。デビューの時から稽古はそんなに派手じゃなかったんだよ。派手じゃなかったけど、しがみつけなくなっちゃってるんだよな。もう。馬が納得してやめちゃってるような感じでもう。今回一気に巻き返すってそういうイメージがちょっとないな三田言うように馬場が悪くなって、ひょっとしたらうまいかもしんない。プラスに働くかもしんないけど、現状ではちょっと俺が個人的には手が出せないね。まあ乗りに乗ってる今、絶好調のジョッキーがいるからね、横山和夫が。まあそれでも、どうだろう、あんまりピンとこない。じゃあ、ストームゲール。これはね、まともじゃ、ちょっとやっぱり厳しいけど、ひょっとしたらがあれば、道悪が結構こなしそうなんで、その辺で、道悪に限りね、3連に入ってくるかなっていうところはあるまでだね。ガチじゃ足んない。はい、ゾロアストロ。見方によっては、見る人とか見方によってはかっこいい馬っていう風に見えるかも見える馬なんだけど、馬角があった足長のモーリーズで全体的にまだ腰高だしね、ちょっと未完成な部分が多すぎるし、俺としてはまだまだ非力でね、こんだけ体があるのに、馬としては非力だな。肉がつくところにつかない。
トモが、やっぱり、モーリスの走る馬っていうのは、やっぱトモすごいんだよな、ケツが。これは、綺麗すぎるんだよね、逆に。まあ、荒れた馬場はまずマイナスだろうね。一瞬の足は使っても長続きはどうかっていう、今のところはね、あんだけちょっと薄いから。っていうところで、勝つとなると結構厳しい。まあ京都のこういう平坦のマイルぐらいでの競馬、両馬場だったらなっていうところでそういう時には見直すけど、ちょっとあれ馬場の、あれだったらあんまり興味が湧かない。体調はまあね、まあ順調にトースパイアートも、今週の選手も、まあ普通に来てて、特にトースパイからどうのこうのっていう感触はないし、悪いわけじゃないけど、一段階上がったなっていう感じも受けない。前走程度でいいでしょはい、ラフターラインズ。これ、小笠先に、これも2、3週前に入ってんのかな、立冬に。この馬はね、今私ほとんど知りついてないけど、上位になるよ。馬はもう間違いなく。RI の中でも、RI3 区、もうちょっと走ると思ったまあ走ってんだけどね。もう少し、なんて言うんだろう、あの馬はいいなとか、バッと広がってきてもいいぐらい感じかなと思ってたけど、RI の今年世代の代表の一頭ではあるでしょう。レベルはね、重賞勝てるレベル。で、馬場も、ちょっと傷んだ馬場も大丈夫。問題はやっぱスタートだよな。これがやっぱり毎回、スタートがエムズビギンにまではひどくないけど、やっぱり1カンポ2カンポ後ろなんだよな。まあ、エムズもそうだけど、頭数が少ないっていうところでね、もう後ろから行って挽回が効くかどうか。だけれど、ただ、これはね、皆さん馬券圏内には入れとかなきゃダメなのだよ。全然、ガチで頭あってもおかしくないから。関東馬だよ、これだな。まあ、追い切り、もう結構というかかなり動いてますよね。まあ、いや、結構、攻めたね。立冬にいるから攻めたのか、普段、この厩舎的にはそこまで攻める厩舎じゃないじゃん。実は。地味な厩舎ですもんね、追い切りに関しては。そう。だいたいご飯の数字だいたい決まってて、一ホルンだけちょこっと伸ばすっていう程度だけど、まあ、時計もどっちかって言ったらかなり遅い方の厩舎で、まあ、そんなのは数字はどうだっていいにしろ、攻めが地味な厩舎であんまり攻めてこなかったのに、ユースケ乗っかってたもんな、ブイブイやってたな。まあ、指示が当然出て、指示じゃなくてやってるわけないんだから、その指示がどういう重たいからやってくれだったのか、万全だったらあそこまでやることないのに、その週でそこまでやんなくちゃいけないっていうのはあるけれど。さて、両馬場でも大丈夫じゃん。雨も俺は結構馬場悪くても大丈夫だなぁと思ってんだけど。だから、エムズか、まあ、ローゲルは、いいわ。いいわってことだね。ロベルクランツですね。まあいいわ。あんまり気はないってことですね。まあ、エムズ、ゴーイントゥにラフターの、これ三つどもえだな。それで、馬場がうんぬんで味方した時の3着候補っていうのがなんだろうな、ストーンゲイル、ゾロは、まあ、いないんだよね、実は。で馬場が悪くなったら、その辺のエムズとかなんとかも信用ができなくなっちゃうかなっていうところがあるな。多分、重たい馬場だったらゴーイントゥが一番適してるかなっていう気がする。っていうことで、如月賞はそこまで難しくはないなという気はしてます。週末は柳チャンネル。競馬予想は馬三郎。まあ、俺はもう3台のが好きだから、東京は3台はゆりかもめがあって、東京も雪わかんないけど、まあ、あくまでも両馬場前提でね、先週の芝生、ダートはもう逃げ切りが多いっていうのは、まあ、ダートはいいや。あんなもんは、流れで一発で変わっちゃうけど、芝生はね、なんで来たんだろうじゃなく、人気馬で結構負けたのはなんで来なかった負けたんだろうっていうのを見ると、一つ共通点があった。やっぱり非力な馬。馬体重じゃなく、この馬は、もうそういう馬はやっぱり、前に行ってても、
閉じなかったね。それはもう、個人的にはこういう馬はこうだなと思ってるから、来る馬を見たって、なんで来たんだろうっていうのは、有力馬が消えたからなんで来たんであって、なんで有力馬は100円だか200円が消えたのかっていうところで、共通するところはやっぱあった。やっぱり今の芝生は、意外とタフじゃなきゃ来られないっていう、速い馬は、だけどタフじゃなきゃやっぱ来らんないな。分かった。ゆりかもめのこのアローメタルっていうのは、これは上級だぞ。これはかなりの上級馬。まあこれは、大丈夫だ。ゆいちゃんとこのダノンか、ブラウンバナナか。それで硬いのかな。度数は少ないので、人気的にはあとは、オプラリーナか。ガローファンは、今の形だとなかなか乗り切れない。24は。スカイなんとかっていうのも、そんなに気にすることでもないけど。まあ、一着はこれでいいっしょ。見たらか。ということで、東京新聞杯。東京新聞杯お願いします。さあなあ、ここも、早くなるのか遅くなるのかで、今の馬はタフだから遅くなった方が逆に追い込みは決まるんだけどな、人も塊でいて。まあ、ウォーターリートから行けばみんなが思ってる通りの馬だと思うよ。俺もそうだと思う。もう直線勝負だから、どうなのか。この間の3だってフロックでも何でもないんだけど、4だけを走るんだけど、たまたま前に2頭いたってさ、その前の7着とか8着とか10着、っていうレースはたまたま前に6頭いた、7頭いたっていうだけの、そういう馬だから、いつも同じ足使う。で、他に前に何頭残るか、そんなもんは競馬だから知ったもんじゃないけどね、スローでも来る馬だからな、厄介は厄介なんだけど、ノーマークはできない。ね。はい。オンブライル変化なし。みんな決めてください、それで。エルトンバロードなあ、結果出ないなあ。悪くねえんだけどなあ、と思ってんだけど。まあ俺個人的には、今回、見どころなかったらもう捨てるわ。いつも結構捨てられなかったんだけど、今回の舞台で走れなかったらダメだと思う。エンペラーソード。はい、これは馬券を抑えなさい。前回よりもその前の馬、すごく上がって、馬が全然、本当に良くなってる。まあ、充実って言っちゃったら面白くねえけど、そんなレベルじゃなく、どんどん進化してる。全然足りちゃうよ。負ければ、レコードみたいな馬場になった時には負ける。負けるっていうか、全然もう勝負にならないっていうとこね。上位に食い込んでこらんないっていうところだけど、まあレコードになるってことはねえと思うからな。そういう速さの馬ではないけれど、多分32秒台だと思うんだけどな。1秒台になるのかな。2秒台だったらこの間も2秒台で走ってたんじゃなかったっけ。この間1秒台で走ってますか。19で走ってます。去年な。去年よりも、今の C コースの方が時計が出やすいんだから、出やすいと思ってるから、まあ、なんとも言えないけど、まあ、どっちも同じだな、去年の秋だったら。まあ、今はいいよ、この去年の秋の時よりも、またうまい、一段階ギア上がってきたよ。そうていいと思う。で、オフトレイル。はい。これはね、本当に、そのうち1002で G1 取れるだろうなとは思ってるレベルなんだけど、1006は全く魅力ないんだよな。ただ、もうな、後ろから一本になっちゃうから1002でどうかと思うけど、形見りゃ圧倒的1002だもんな。よく走ってんなと思ってんだけど、1006は東京の1006は個人的には、まあ買わないけど、勝っても驚きはしないな。全然。追い込みは客室は、その大谷人と同じようなイメージ持っちゃってもいいかもわかんないけど、1002、こっちのがやっぱり追い込み馬としては上かもわからんな。大谷人は堅実性がこっちのがあるのかもしれないけどな。俺は1002で、1002に、矛先帰ってきた時に、馬券を買うと思う。桜トゥジュール、もういいや、飽きた。シャンパンから、昨日反応で、さっき V 見たけど、よかったな。そうです。
でなんなんだろう50秒とか、やっぱ楽にたりしますか？もういいやな、59だもんないからず、筋量がな。もうスタートは出るように、ここ2回出遅れまではしてなかったけど、もうほぼ出てっから。シリーズコルト元気いっぱいだ。これはカッチーとも先週も話したけど、本当具合いいなってこと言ってたけど、まあ、この間はちょっと予定とは違って後ろになっちゃって、もう全然力出せなくて、なんだよって言ってたけど、カッチーも。でもそれでもあそこから少し巻き返せれば今後に繋がるんだけど、そのまんまだからなーっていうとこで、なあ、どうなのよって逆に言われるけど、うん、そうだべって、まあダメだべって話したんだけど。まあ、まあ以前はその直線長いのはダメだったらダラダラ伸びちゃうから。でも前に行って粘り通せるっていうのが今度新しい武器になっちゃったから、おそらく前に行くことは行くでしょう。まあ、逃げられはしないだろうけど、まあ、その辺で、馬場がそういう馬場だったら活かせる可能性があるし、降るか降らねえかわかんないけど、日曜日の雪っていうのは、マイナスにはならない。で、トロバトーレ。もう今何歳だ ?5 歳か。5歳ですね。ずっとこのままデビューしてずっと見てきてるけど、俺としては今回が一番納得いかない。この中間が。もうそれに尽きるね。体調面。じゃあ体調が悪いんじゃなく、先週も今週も動き自体はいまいちと思っているんで、このね、動きが良くないからどうのこうのってすごく普通の人間見たってなんだそれと思うんだけど、で、本当その通りなんだよ。俺の感覚だけだからこれ良くねえなと思ってるだけで。体調じゃないよ。動きが納得、気分乗らなかった。トロバトロがいい時は本当に馬券買いたくなる馬だけど、今回は全くもって買いたくない。まあ、ルメールたち来てもいいし、ただ買いたくはないなってなる。まあ、ブエナもな、ブエナオンだ。なあ。まあ、牝馬のとこは勝つけどな。なかなか。結構今回の相手が揃うだろうからきついことはきついと思うね。で、マジックサンズか。はい。前よりじゃ捨てらんないんだよ、どうしてもな。ここ2回奔走してるけど、もうジョッキーもしつこく乗ってきてるし、どういうふうに動かせればいいってことは、まあ、今更武豊だからな。そんなこと、聞くのがおかしいぐらいなもんで。追い込み一本にされちゃったらどうかわからんけど、まあ、これもスタートが、いつの間にか下手になっちゃったからな。もう差し馬っていう感じですもんね。まあそういう風にしたんだけど、まあまた今回もしんがりからポトンってしんがりからやられちゃうのかな。ちょっとね、この馬だけはまだ捨てきれねえんだよな。もう全然終わってるとかそんな感じじゃないし、俺がもし馬券、こっからってじゃなくて、馬券をこのレース買うなら絶対に抑えは入れる。ミッキー・ゴージャス負けっぷりが悪すぎるわ。よほど楽な展開になればというところがあるけど、なんないだろ。まあ、名将チタンが、さすがにもうゴール前止まるにしろ行って、いい、まあ、風よけになるかもしれないけど、ミッキーのとこに一緒にいんだったら、エンペラーズが一緒にいるだろうし、まあ、シリーズコルトもその辺に行くかもわかんないけど、まあ、エルトン・バローズもその辺に行くかな。まあ、エンペラーズとエルトンのが前に来るわ、ミッキーよりは。ヤマニーはもういいでしょ。ラバンダは、わからん。この馬だけ本当わからんねえな。どういう風に解釈しているのか。結構評価はいつも高いいや、俺は嫌いじゃないんだ。だよ。負けっぷりが、負ける時があまりにも、あっけらかに負けちまうから、足りておかしくないしな。なんかどういう形が武器なんだろうなと思うんだけど。人気を今回はちょっと落としそうな気配はありますけれど、まあ、それ以上はなんかやれるような感触はありますかね。いや、全然重症勝てるレベルにあるから。本当は、ね、いつ走るのかが、それがつかめないんだよ。何がポイントで、何が武器なのか、何がウィークポイントなのかがわかんない。残念ながら、普段からな、そういうのを見てれば、長距離でも何でも見てればあれだけど、全くつかみきれません。ごめんなさいだ。レッドモンレーブ、はい、素晴らしいな。出来だけは、本当に1年に何回か、東京しか使わねえから、東京だけ全力で仕上げていくけど、もう文句なしだ。
さっきのそのトロバトーレと逆で、今更、いつも俺いいと思うんだけど、今更じゃないんだけど、今まで一番よく見えるぐらいだ。でも、戦六でもケツから一本だから、まあな。まあ、この辺で一緒にゴーサイン出すのが、魚田力人とかさっき言ったオフトレールとかゴーサインだろうから、もうさすがにこの辺と戦ったら差し味で負けっかもしれないな。1004なら東京の1004ならね、っていうところはあるけど、もうマイルはな、というところで、主力になる馬は、まあ、バローズ、これはバローズか、エンペラーズか、で、マジックサンズ。個人的には。この三つどもえっていうところは、で、あと追い込んでくる連中で、ウォーター、さっき言ったオフトレイル、レッドモンレーブっていうところで、ちゃんちゃらちゃんにすっかな。そんなとこだ。新馬がバカらしくて多すぎだな。そうですね。何が注目されてるのかわかんない。だとね、未来が乗るの、古賀厩舎の、人気になんなかったら買いてえなと思ってるんだけど、ゴールドなんとかプレイヤーか。結構実践タイプでいいなと思ってんだけど、攻め馬渋いからスパッと来ないけど、じりじり、仕掛けてじりじりだから、ダート意外といいなっていうふうにはちょっと見てたんだけど、除外食って。ゴールドプレイヤー買ってみましょうか。ゴールドプレイヤーって。だからこれもね、抜けて強いとか、勝負に、勝てるとかっていうレベルとはちょっと違くて、人気がなかったら、岩田未来だと、やたら人気になりそうなんでね、あんま変わんねえかもわかんねえな。イメージして最低800円ぐらいあればと思ってるけど、そんなに印があるわけじゃないけど、岩田未来が乗ってくるから印もついちゃうかっていうレベルに持っていかれちゃうとな。まあそんな感じだ。あんまり面白くなかったな。そうです。まあでも重賞の前頭と。来週が、なんだっけ、牝馬と男と、車杯ですね。来週は税理杯か。はい、車杯ですね。当たるわけない税理杯なんか当たったことなかった一回もね自前じゃねえけど。来週は多分うちもまたイベントをやるので。本当にそうだと思いますね。ビラ配りか。またビラ配り私は参戦するつもりではいますけれど。じゃあビラ配りと、あれ土曜日だっけ？土曜日ですね。じゃあビラ配り佐野がやってんなら朝競馬場行って意地でもぶつけてやってくれよ。そうね。やめてください。なんか、ちょっとこそこそしながらビラ配っておこうかなと思ってますけど。なんだか、この間なんか、俺はわからんけど、お金を投げてくれる人がいたんだって。あ、そうなんですよ。YouTube の。やることないんだって、会社に行くんだから、この金は。で、100万とか200万ならちょっと言ってくれよ。気持ちだけは大変ありがたいかもしれませんけど、そんなことしないでください。馬券で儲かるなんてこと皆さんそうはないんだから。たまにそれだったらお姉ちゃんと遊んでみに行った方がいいよ。女の人だったらなんか男に金使った方がいいよ。もったいない。デイリー、個別に金くれるのも。そうですね。そういうふうにありがたいですね。そういうふうにちょっとありがたいっていうか、嫌だね。100万単位だったらもう喜んで手を吸ってもおいでおいでって言うけど。まあ、ありがとうございます。どうも。でも、そうですね。次負けんだから。馬券は7割も税金取られ3割も取られちゃうんだから2割はもう俺はウィン5買ったことねえけどなんだっけ今週持ち越し持ち越しね。よう俺はもう全くすごいよなあれやるやつらって前の日考えるわけじゃん5レースも。そうですね。素晴らしい。好きなんだな競馬予想するのがな。いいよ終わり。じゃあ、この後、じゃあ、お疲れ様でした。じゃあ、いただきます。今週もご視聴いただきありがとうございました。今回は東京新聞杯と如月賞の出走馬ジャッジでした。東京新聞杯は柳永さんは穴馬に行くんじゃないかなと思っているので、ぜひ皆さんも最後まで動画をチェックしてみてください。そんな柳永さんの競馬予想とコラムが読めるのは競馬新聞馬サブローです。合わせて全国のコンビニのマルチコピー機でご購入ができる馬サブローコンビニプリントもよろしくお願いいたします。そして柳永さんに質問がある方はコメント欄へお願いいたします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。